本当に当たり前の話で、教授とか講師が実際に目の前で教えてくれる、でそれをもうこうやって1対1で話せるのと、オンライン、Zoom とか使ってもう慣れてない機会で手を挙げてなんか今誰か質問しましたかとか口頭だけで電子音だけで聞くっていうのどっちがいいのって言われたらもう対面しかなくないっていう意見です。効率悪いよね。効率も悪いし、なんかもったいない。オンラインにする理由が通学時間の短縮とか言ってもそんなの自己責任だし、そこを選んだ。もちろんコロナウイルスでも感染拡大を防ぐためっていうのはもう本当にしょうがないと思うけど、今話してオフラインかオンラインかどっちがいいかっていうのはこっちしかない。でやむを得ない場合以外は絶対対面の方がいいと思いました。普通に授業で友達と誰かといる方が友達ができるきっかけ作りにもなるし、友達がいるからこそ授業に参加しようとかも思ったりするので、人間関係が広がるんじゃないかなと思って、オフラインでいいと思います。私は学ぶ環境としてちょうど高校生の時にコロナウイルスが流行って1年間ぐらいオンライン授業みたいなのがあった時に先生が教室に来る前に何気なくこの国語の教科書めっちゃ面白かったんですよみたいな、そういう話ができるのが対面のいいところだなと思ってて、授業をするために集まる、それもそうなんだけど、その後の授業が終わった後とか授業が始まる前に少し自分の考えを言えるみたいな、授業じゃない場で発言できるっていうのが対面のいいところなんじゃないかなと思ってて、やっぱり教育格差とか考えるときにオンライン授業の導入っていうのは、みんなが考えることだとは思うけど、それをメインにしたくはないなって、そのコロナで実際に私がオンライン授業を経験して思いました。私も、授業もそうだけど休み時間が大事かなって思ってて、やっぱりオンライン授業だと休み時間はやっぱり家にいるから人と喋らないけど、学校に行くと休み時間友達とたわいもない話ができたり、やっぱりそういう時間が私にとってはすごい大事かなと思ってて、やっぱり学校は勉強するところでもあるけどコミュニティ作りの場でもあるから、そう休み時間に仲いいことも話すし、あとはクラスにあんまり喋らないこと話す時間にもなるから、やっぱりそういう意味で対面の方がコミュニティ作りの面ではいいかなって思ってます。僕なんてそっち側に極端じゃなかった中間の方にいたかっていうと、やっぱ両方いいところあるっていうのは僕実感してて、っていうのは僕あんま人に話しかけられるとか人に話しかけるとか、それこそ、オフラインだったら教授に話しかけられる、誰かできるって話あるけど、僕はそういうの苦手なタイプで話しかけられないと話頼むタイプだから、そうなった時に Zoom ってめっちゃ良くて、勝手にグループ分けされて勝手にもう話す場が環境されているっていうのは僕はすごい話しやすいし、話すストレスもちょっと少ないんじゃないかなって思っていて、なぜかっていうと上半身しか映ってないから、本当だったら全身映ってるとそれだけの情報量が伝わってくるわけ、自分の中に。この人は何考えてんだとかいろんなことが情報として入ってくるけど、それをある意味一定数シャットダウンできてるっていうのは、感じることの少なさもあるけど、それがデメリットになるけど、それが楽な、感じやすい人は楽なんじゃないのかなっていうふうには思ってるんで、オフラインじゃないと嫌だみたいなタイプでは意外となかったりするのが、ちょっと居場所にいる感じで理由です。自分からの意見なんですけど、自分が思うに授業の本質っていうのは、人とのコミュニケーションとかがやっぱり結構大きいなって思ってて、それはもちろん先生から講義を受けることもそうなんですけど、それだったら多分それをもしレインボーの頭の中に置き換えたら YouTube で見ればいいなって思ってて、だからその授業の本質って結局独学では学びきれないことを学ぶ。だって学ぼうと思えば人っていくらでもインターネットとかで学べたり本買ったり学べるじゃないですか。でも授業って結局みんなとのコミュニケーションを通して得る学びだからこそみんながやっぱりお金を払ってまで参加したいもので、だから最近ノマド生活とか流行ってるじゃん。多拠点とかさ、地方から授業を受けたりとか海外から授業を受けたりとか、もちろん
レインボーもそういうことをやってた時期はあったんだけど、やっぱり対面の方がみんなとの絆っていうものは深まるし、その授業をやるからこそ得られるものがたくさん入ってくるわけよ。知識も絆もいっぱい。だから自分はオンラインもすごい素敵だなって思うけど、自分自身がオンライン授業かオフライン授業がいいかって考えたら、オフライン授業派です。はい。さっきの最初にもうデメリットがないとか言ったんだけど、なんでここにいるかっていうの話忘れたんだけど、さっき言ったみたいにオンラインの方がいいよっていう人、あんまり人と話したくないっていう人もいる中で、自分って大学のオンライン授業しか受けたことがなくて、高校の授業のオンライン授業っていうのはまだ受けたことがなくて、まだっていうのも一生受けないんだけど受けたことがなくて、でそうなった時に確かに中学高校は、なんとなくこうコミュニティが出来上がるっていうか、でも大学ってそれが高校と大学から一気にこうだいぶ個人化するっていうか、だからそんなオンライン授業っていうことになんかあんま抵抗がないっていうのはあるのかなって思って、その意味でもオンライン授業の方がいい時もあるのかなと思って、ちょっとこっちよりで基本的にはもう対面派です。2人に質問したくて、2人は高校が通信高校で全部対面じゃなかったりするじゃん。スクーリングのために行ったりとか。でもそのオンデマンドの授業とか受けてて、そういう学校に行ってたけど、なんでこう対面の方がいいって思ったのか、それはその通信の学校に行ったからなおさらそう思ったのかっていう。僕は N 高等学校っていう N 校に行ってたんだけど、そのいろんなコースがあって、僕の場合は一応通学コースって通学通うコースにいたから、普通にオフラインコミュニティはあった。で、授業自体は逆に全部動画視聴、なんか数学とか国語とかそういう授業、オンラインはある意味オンライン授業ってところで言うと、僕はなんでこっちがまだいるか、こっちにいるかって言って、やっぱ完全オンラインだとやっぱ孤独だったりとか、人のつながりってできづらいとか、やっぱこうその場限りの関係はほとんどだと思っていて、なかなかそれの秋つなぐ関わりって意外と少ないから、やっぱオンラインいいなって思う、オフラインいいなって思う人もやっぱあるから、なんかやっぱこうオンラインだけはちょっとしんどいなっていうのがあったし、僕は多分その N 高って高校時代にそのオンラインもオフラインも両方こうあったからバランスが良かったんだろうなっていうふうには思う。授業が今度全部オフラインだったら結構しんどかったなって思う。スクーリングとかオフラインなんだけど、ずっと先生の話聞くのしんどいなって思ってしかも自分のペースでできないじゃん。それすごいしんどいから、授業はオンラインでコミュニティはオフラインっていうのはもう結構最適な回かなっていうふうに思ってる。それはね、今の実際高校生、そう、今実際ゼロ高等学院で学校に入らせていただいてるんですけど、自分の学校で言うと、なんかちゃんとした授業っていうのは1回しかなくて、火曜日にコース授業っていうゼロ校が3つのコースに分かれてて、それでなんかビジネスとか起業とかを目指すコースに入って勉強してるんだけど、なんかそれはすごい楽しいわけよ。なんか全般講義を聞いて、なんか後半みんなでなんかディスカッションとかをして、なんかお互いがそれぞれの会社とかを代表して対決して、先生がどっちが良かったかって判断するみたいな面白い授業があるんだけど、やっぱりなんか自分も倉田君と完全に同意見。なんか授業はオンラインでいいな。授業っていうのはなんかオフラインでも楽しいなって思う反面、オンラインで済むものは済んじゃう。でもなんて言うんだろう。なんかそれで言うとなんか今自分なんか学びたいことがあるのであれば、それの授業はオフラインがいいなって思う。でも今自分はゼロ高等学院っていう場所において、そのコース授業以外めちゃめちゃ学びたいんだよねっていうものはあまりないから、もうオンラインで済ませちゃう。でもその代わり自分にとっては今キューズっていう自分がやりたいことを最大限やらせてくれるコミュニティっていうものが存在してるから、そこではオフラインを求めちゃうから、なんか多分オフライン授業もオンライン授業も大事だけど、オフライン授業っていうのはやっぱり実際に授業とか吸収したいものとかがあるときにオフラインでやった方がなんか全てにおいて効率的だなって思ってて、なんかうまくまとめられなかったけど、結論は彼と同じ意見。